こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在97,200ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米 PPI などがありました。警戒されてた日々の日銀副総裁の会見が終わったことで、また円安に傾いている印象があります。ドル円は一時158円台回帰となってまして、米市場会場後はですね、米株各指数も一時的に調整となってるんですけども、デイリーではほぼプラマイゼロとなってまして、ゴールドも格好維持、ビットコインは97,000ドル台突破となってます。個別株の方では、セムラサイエンティフィックが 237BTC の買い増しを報告しています。株価はプラス 4.23% と、他仮想通貨銘柄と同様のパフォーマンスとなってますね。昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス900万ドルと若干の流入、あとはブラックロック次第となってます。香港もゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 2.18%、額としては607億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.6%、バイナスミはロングが 55.3% と上入りになってます。今後の指標としては1月15日に ACPI、PPI、米 CPI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、1月16日に米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数、1月17日に中国の実質 GDP、中国、英国の小売、米住宅着工件数などが控えております。他各所の見解ではですね、最近の調整からトランプ大統領就任式での事実売りはなくなるんじゃないかとかですね、あとは XRP、ソラナ ETF が取引開始されたら年間で136億ドルの収益を生むとか、あとはビットコインが9万ドル割れで ETF の狼狽売りが発生するとか、あとは企業がビットコインを買うムーブは過小評価されているメガトレンドであるとかですね、ビットコインは年末25万ドルに達するとか、あとはゲンスラー氏がヤフーのインタビューでビットコインとイーサリアムが証券であるとは一度も言ってないと語ったことなどが注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想ではまた金利の動向が注目されているフェーズで、指標としても米小売も控えている、そして海外も暗い話題が多くなってきてるんで、ここでまた一旦折り返すと見て続落を選択。なので1月15日 M6 時点のビットコインは昨日の 95,037 ドルよりも下という予想でした。結果としては昨日の18時時点で 97,000 ドル突破となってまして、米市場会場後は一旦調整となってますけども、米株とほぼ同じ動きになってまして、そして判定時刻の1月15日 AM6 時点のビットコインは96,505 ドルということで、昨日の 95,037 ドルよりも上なんで外れです。はい、3連敗。はい、続いて明日の予想ですね。市場では未だに金利の動向が注目されていると思うんですけども、利上げ期待がここがピークなんじゃないかという見解も出てますね。ビットコイン単体としては9万ドル割れを挟んだことで、大統領就任式の警戒が少し和らいでいる状況なのかなと思います。こうなると、次10万ドルの攻防が17日の米小売前なのか、それとも20日の米大統領就任式前なのかというところになると思うんですけど、米小売前まであと1日くらいは続伸と見て上にします。なので1月16日 AM6 時点のビットコインは現在の 97,185 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米 CPI が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在 3,230 ドル、BTC 建ては 0.0332 と。先物の方では OI は全体でマイナス 0.31%、額としては276億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.4%、バイナス意味はロングが 81.1% と上入りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でほぼプラマイゼロ、香港はゼロとなっています。BTC 建ては昨日と同水準ですけども、OI も ETF も強いわけではなくてですね、抵抗も超えてない状態です。しばらくビットコイン次第という状況が続くと思いますけども、こちらも本日22時半あたりにどのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では各国で動きが見られます。まず日米韓で北朝鮮による仮想通貨流出に対して共同声明を発表しています。内容を要約するとですね、北朝鮮のラザルスグループなどの犯罪集団はサイバー犯罪を実行することで仮想通貨を盗み、未だに行動し続けていると。これらの行為者の活動を阻止し、民間の利益を保護、国際金融システムを守るためには、3カ国の緊密な連携が不可欠であると、北朝鮮に対して警告を出したと見られています。DMM ビットコインの流出事件も北朝鮮の仕業であると見られてますから、そこからの動きのようにも見えますね。
あと他ではイングランド銀行が CBDC をテストするためのデジタルポンドラブの立ち上げを発表。イタリア最大の銀行インテーザが100万ドル以上のビットコインを購入したことが話題になってます。で、このインテーザは実験的なテストで買ったと報道されてるんですけども、このインテーザの証券ポートフォリオは1000億ドルほどあるとされてるんで、それが今後少しでもビットコインに当てられるとなると、大きな流入になるんじゃないかということで一部で期待されてます。やっぱり先日から欧州方面で動きが見られるようになってきたかなという印象はありますね。あとアルト関連ではソニーのソニウムがついにメインネットローンチを発表してるんですけども、これが現在界隈で物議を醸してます。要因としてはソニウムの運営が IP 侵害しているミームコインをブラックリスト入りし始めたことから、国内外で意見が分かれてるんですね。で、日本国内の流れてくる意見を見ると、ちゃんとしてるねとかですね、賛成の意見を見るんですけど、海外の方は違うんですね。パブリックブロックチェーンと謳っておきながら運営のメスが入るってどうなのとかね、こんなの前代未聞だよみたいな意見が多くて、海外全体としてもそっちの意見が多数派の印象があります。で、なぜ今回のソニウムの動きがここまで批判されているのかというのをですね、私個人の見解でざっくり話をすると、これまでの仮想通貨業界っていうのはですね、チェーン上で起こっていることってほぼ無法地帯だったんですよ。勝手に株と連動しているトークンが流通してたり、それこそ今回問題視されている IP 侵害が無視されているミームコインが流通してて普通に買える。で、そしてそれが普通に海外の取引所に上場する。たまに各国の規制当局に怒られて仕方なく提供停止するとかありますけど、そういう状況が当たり前だったんです。で、これがなぜ海外では良しとされてきたか、支持されてきたかというと、やっぱりビットコインの元となったサトシ・ナカモトが提唱した非中央集権的思想、それが大きいんじゃないのかなと思うんですね。権力で物事を決めない、ルールはみんなで決める、何が価値あるのかみんなで決めるみたいな、その世界がブロックチェーン上にはあったんですね。で、それがたとえ他のアルトチェーンが誕生して、いろんなチェーンが出たとしても、その非中央集権的な思想、悪く言えば無法地帯の状況は受け継がれてきたんですね。で、そして支持も受け継がれてきたと。で、ただ今回ソニウムがやったことはこれと逆のことをしてますよね。運営という権力を持った者が既存の法律に基づいて違法なものは排除する。要は既存社会と変わらない中央集権的な動きなんですね。まずここが大まかな思想的な部分で仮想通貨界隈から支持されにくいところなのかなと思います。で、あとこのブラックリスト入りして特定のものを排除するっていう動きもですね、この界隈ではあんまり好かれない動きなんですね。他の事例で見ると、テザーがテロ組織関連のアドレスの持ってる USDT を凍結させるとか、あとはミームのペペとかが流動性提供された直後に取引したアドレスを不正とみなして、現在莫大な資産となっているペペトークンを凍結させるとかありましたけど、こういう動きが出るたびにですね、その界隈から中央集権的な動きだとか批判されますから、ブラックリスト入りするっていう行為自体もですね、その界隈ではあんまり好かれない動きなんですね。で、あと実際にソニウムをいじるユーザー側視点からしてもですね、結構怖いところはありますよね。その IP 侵害とかよくわからないで買ったトークンがですね、いつの間にかブラックリスト入りされて取引ができなくなっているとか、全くわからないままお金が幽閉されてしまう可能性があります。で、今回も実際に資金が出せなくなった、界隈で被害者って呼ばれてますけど、その実際に被害者も出てますから、これも引き続き問題になるところなのかなと思います。なのでソニウム運営からしたらですね、ソニーという看板もあるし、既存の法律も無視できない、ソニーの IP を守るために、チェーン全体の治安を良くするためにとかですね、このブラックリスト方式を採用して違法なものはどんどん排除していってるのかなと思うんですけど、現状では結構他の部分で支障が出てる状態なのかなと思います。で、あと私が個人的に懸念していることとしては、このブラックリスト化を採用することでですね、今後チェーン自体が他より見劣りしてしまうんじゃないのかなと思うんですね。ここ最近アルトチェーンが盛り上がってきたのは、パンプファンなどのミーム発行プラットフォームからのミームの乱立、それも一つの要因になってます。他のアルトはね、当然ミームをブラックリスト入りしてないですから、ミームありきの出来高取引数なんですよね。いつもね、そのトランザクション数では現在このチェーンが1位だとか、アクティブユーザーが多いとかいうところで比べられて、現在どのチェーンが盛り上がってるのかというところが比較されるんですけど、ソニームがこの体制でミームを排除していくってなると、極端に言えばミームの出来高がごっそりない状態で勝負しなければいけないんで、既存の取引数とかね、そういう競争には今のところ勝てる要素がないのかなと思ってしまいます。個人的には DeFi の TVL とか、そっちで勝負するのかなとは思ってますけど、新しい動きが出ると必ず批判が出るんで、そこは仕方ないんですけど、界隈ではですね、コンソーシアムチェーンの方が良かったんじゃないかとか、ホワイトリスト制度にした方が良かったんじゃないかとか、もっと別にやり方あっただろうというね、厳しい意見が飛び交ってます。個人的には
メインネットローンチ後もですね、アスターがあんまり反応ないのが気になりましてねこの界隈の反応に対してソニウム運営が今後どういう舵切りするのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。